もしリスナーのあなたがですね、19歳の時に机に向かって、向こう50年間の人生の設計図を引いたと想像してみてほしいんですよ。50年間ですか。気の遠くなるような話ですよね。ねえ。しかも、お金持ちになりたいみたいな、曖昧な夢じゃなくてですね、10年単位で何をするか、完璧なロードマップを作って、その総決算として、なんというか、人類という種の限界を超えるために数十兆円規模の賭けに出る。これってもう単なるビジネスプランじゃなくて予言じゃないですか。本当にそうですね。シリコンバレーのどんな起業家を見渡しても、ここまでの時間軸で未来をハッキングしようとした人物って稀ですよね。ですよね。今回のディープダイブではその予言の主孫正義が見据える人類史の転換点を徹底的に解き明かしていきます。ヤフーとかアームの買収を成功させて、時に大山氏、つまり桁外れのビジョナリーと呼ばれてきた彼が描く、数千兆の AI エージェントが飛び交う世界、そして私たちが今いる2026年現在の AI 技術が実際にどこまで来ているのか。今回の分析ソースは非常に多岐にわたるんですよね。2016年から2025年にかけてのソフトバンクワールドでの孫氏の基調講演録、それから経済メディアネット IB ニュースによる孫氏の人物経営戦略分析、さらに最新 AI ツールノートブック LM の動画制作活用に関する公式ドキュメントも含まれています。リスナーの皆さんには、これを単なる最新テックニュースとしてではなくてですね、一人の並外れた資本家が描く人類の進化論として聞いてほしいなと。はい、個別のテクノロジーをただ追うだけでは彼が到達しようとしている本当のゴールは見えてきませんからね。そうなんです。で、まず圧倒されるのが孫子のちょっと異端とも言えるスケール感ですよね。彼自身自分のことを単なる投資家じゃなくて未来を作る資本家だと定義しています。ええ AI のインフラとなるスタイルエイトプロジェクトに約75兆円ですよ。75兆円を投資して、さらに ASI、つまり人工超知能の実現に向けた1400兆円という途方もない資産すら彼は小銭だ、スモールマネーだと呼んでるんです。1400兆円が小銭ってもう国家予算すら軽く超える規模感ですよね。でも彼が見ている AI の進化スピードの物理的な法則みたいなものを理解すればその発言の意図が見えてくるんですよ。と言いますと、かつて半導体の性能は18ヶ月で2倍になるっていうムーアの法則がテクノロジー界の絶対的な常識でしたよね。はいはい。スマホとかパソコンが年々少しずつサクサク動くようになるあのペースですよね。そうです。でも孫子によればそんな時代はすでに終わっていると。今は、スターゲートの法則に突入しているんです。スターゲートの法則。現在の AI の進化って1年から2年のワンサイクルでチップの数が10倍、チップの演算能力が10倍、そしてモデルの推論能力が10倍になるんです。これらを掛け合わせるとどうなるか。10×10×10 でそう、1回のサイクルで1000倍の進化が起きるんです。1000倍。ワンサイクルでですか？はい。そして次のサイクルで100万倍、さらに3回目のサイクル、つまりわずか数年後には10億倍に達する計算なんですよ。いや、ちょっと待ってください。10億倍って言われても人間の頭じゃ全く想像がつかない数字というか、孫子は講演の中で自転車と新幹線のスピードの差はたった20倍だって例えてましたよね。非常にわかりやすい例えですよね。たった20倍違うだけで移動の概念も見える景色も根本から変わってしまうじゃないですか。それなのに10億倍の世界なんて、これリスナーの皆さんも少し背筋が寒くなりませんか？孫子の AI に限界が見えたんじゃなくてあなたの理解の限界が超えられたのだっていう言葉、あれ強烈ですよね。本当に刺さる言葉ですよね。もし人間対アメーバほどの差が開いてしまうなら、私たち人間はただ AI に圧倒されるだけの無力な存在になっちゃうんじゃないかってやっぱり不安になりますよ。その恐怖は非常に理にかなっています。ここで非常に興味深いのは、なぜ10億倍の計算スピードが知能の差に直結するのかというメカニズムなんですよ。計算が速いだけじゃなくて知能そのものが違うと。
そうなんです。知能というものはなんか魔法のように生まれるわけではなくて、圧倒的なハードウェアの差、つまりパラメーター数から生まれるんです。例えば人間と金魚の脳細胞、ニューロンとシナプスの数の差っておよそ1万倍と言われているんですね。つまり金魚にどれだけ人間の言葉とか社会のルールを教え込もうとしても、物理的な脳の構造上絶対に理解できないのと同じだってことですか？まさにそういうことです。10億倍というのはなんかめちゃくちゃ計算が速いパソコンができるっていう次元の話じゃないんですよ。金魚が人間を理解できないように、人間には到底理解できない次元の思考回路を持つ人工超知能、つまり ASI が物理的に誕生してしまうという事実なんです。金魚と人間の差が1万倍で AI は10億倍ですか？いやー、でもそこに至るまでの過程として、今の AI はどうやって人間に追いついて追い越そうとしているんでしょうか？ここまでの AI って膨大な情報を検索して GPT-4 みたいに人間の知識をなぞって理解する段階でしたよね。ええ、これまではそうでした。でも今の AI は推論、つまり自ら考えるリーズニングの段階に入っています。オープン AI の O1 モデルなんかがその代表例ですね。ああ、最近よく聞くやつですね。はい、情報検索のレベルを超えていて、博士号レベルの複雑な問題の正答率が 78%、数学が 83%、コーディングに至っては 89% に達しています。もうすでに多くの分野で人間の専門家を上回っているんですよ。そこでソースを読んでて、私が一番驚いたのが、AI が難しい問題の回答を出すまでに75秒かかったっていうエピソードなんですよ。ありましたね。あのエピソードは象徴的です。リスナーの皆さんも普段スマホ使っててウェブページが3秒開かないだけでイライラしますよね。75秒も画面がフリーズしたら絶対にアプリ強制終了させますよ。でも孫子はこの75秒を待たされる喜びだ、快感だって表現してるんですよね。なぜなら、その75秒間、AI は単にデータを検索しているわけじゃないからなんです。裏でチェーンオブソート、つまり思考の連鎖というプロセスをなんと100段階もの深さで実行しているんですよ。つまり私たちがフリーズしてるってイライラしている間に AI は裏で博士論文を3本書くくらい熟考して絶対に間違いない答えを導き出そうとしていると。まさにそういうことです。人間が何日もかけて悩むような深い論理的思考をたった75秒でやってのける。これが AI 進化のレベル4、イノベーター、つまり発明の段階への入り口なんです。発明ですか？はい。数千の AI エージェントが並列で稼働して、数秒の間に数十億回の試行錯誤を行うことで、例えば EV のバッテリー寿命を2倍にする新素材のような人類未踏の発明を生み出すフェーズに入っているんです。ここからが本当に面白いところなんですが、そこがちょっと腑に落ちないんですよ。数千のエージェントが裏で数十億回試行錯誤するって、要するに数万匹の猿にタイプライターを叩かせ続ければ、いつかシェイクスピアの戯曲が完成するみたいな超高速な総当たり戦じゃないですか。ただサイコロを無限に振っているだけなら、それは真の発明って呼べるんでしょうか？その指摘は非常に鋭いですね。単なるランダムな総当たり戦であれば、おっしゃる通り、宇宙の寿命が尽きてもバッテリー寿命を2倍にする素材なんて発明できません。ここで鍵となるのが、強化学習と級関数という自律的な進化のメカニズムなんです。級関数。それってどういう仕組みなんですか？わかりやすくスーパーマリオのようなゲームを想像してみてください。AI にマリオの動かし方のルールブックを読ませるんじゃなくて、ただスコアを最大化すろという目的、つまり報酬だけを与えるんです。報酬だけを。
ルールは教えずにですか？はい。最初は穴に落ちたりクリボーにぶつかったりして何百万回もゲームオーバーになります。でも AI は亀を踏むとスコアが上がるとか、ダッシュして飛べば穴を越えられるというゲーム内の物理法則や成功のルールを自らの失敗から自律的に発見していくんです。なるほど。ランダムに動いているように見えて、実はどうすればもっと高い報酬が得られるかというルートを自ら最適化しているんですね。その通りです。現実の科学の分野でも全く同じことが起きます。AI は未知の化学物質の組み合わせを探索して、自ら報酬、この場合はバッテリーの効率化などを最大化する道を見つけ出す。人間が思いもよらなかった物理法則や解決策を自ら発見していくプロセス。これこそが孫子が言う死のゴールドラッシュの正体なんです。いや、ルールブックを教えなくても AI が勝手に世界の法則を見つけ出してクリアしていくと。じゃあその自ら学習するエージェントたちが私たちの日常の仕事とかビジネスの現場に入ってきたらどうなるのか。ソースには、ソフトバンク社内で年内に10億エージェントを稼働させるっていう計画の話がありましたよね。選手観音プロジェクトですね。社内ではクリスタルというプロジェクト名で呼ばれています。社員1人当たり1000体のエージェントを持つっていうあれですよね。はい。驚くべきことに、エージェント1体あたりのランニングコストは月間たったの約40円なんです。それでいて生産性は人間の4倍以上だとされています。月40円で絶対に文句を言わずに人間の4倍働く優秀な部下を1000人雇えるようなものですよね。社員1人が選手観音にある。しかも人間が一時プログラミングして指示を出す時代は終わるわけですよね。終わります。エージェントが人間の会議にマルチモーダル、つまり目と耳を持って参加するんです。ホワイトボードのガントチャートを読み取って自分の判断で子エージェントや孫エージェントも次々と自動生成していくんですよ。勝手にチームを作っちゃうわけですか？はい。さらに彼らはその企業が過去に行ったすべての会議録を生涯記憶、ライフログとして保持しています。それに加えてリアルタイムのニュースフィードも常時監視しているんです。ソースの中に具体的な実例がありましたね。例えば、アメリカのペンシルベニア州でトランプ大統領が AI に関する演説を行ったというニュースが速報で流れたとしますよね。するとエージェントは即座にその演説の内容を解析して過去の社内会議の文脈と照らし合わせるんです。そして大統領のこの発言は現在進行中の我々の A プロジェクトのサプライチェーンに影響を与える可能性がありますので、つきましては B という対策案を生成しましたと自動的に提案してくるわけです。世界のトップニュースと自分たちの部署の超ローカルな文脈が一瞬で結びつくんですね。でも、つまりこれは一体どういう意味を持つんでしょうか？ AI が勝手にニュースを読んで、勝手にコエージェントを作って、人間がコードすら書かないとなると、会社全体が完全にカオスになりませんか？一体誰がこの無数の働き蜂たちを統治するんですか？そこで機能するのがエージェント OS なんです。数千数万のエージェントがそれぞれ勝手に動き回って衝突しないように全体をオーケストレーション、つまり協調させるための基盤です。そしてここでも先ほどの報酬体系が鍵になります。また報酬ですか？はい。エージェント OS は人間が手取り足取り指示を出すんじゃなくて、この会社の利益を最大化するとか、このプロジェクトの納期を守るといった大きなベクトルだけを設定します。AI 自身が人間の業務を観察しながら今何がゴールでどんな行動を取れば報酬が得られるのかを自ら学習してエージェント同士で調整し合うプロセスが組み込まれているんです。なるほど。巨大な知性の群れを目的と報酬という強力な磁場みたいなもので統律するわけですね。でも、これだけの数のエージェントを稼働させるには巨大なデータセンターだけでは処理が追いつかないはずですよね。そこで2026年現在の現実世界でこのビジョンがハードウェアとソフトウェアの両面でどこまで進んでいるのかを見ていきたいんですが、まずハードウェアの面から言えば、クラウド上の巨大なサーバーだけでなく、私たちの身の回りにあるすべての端末に知性を分散させる必要があります。それが ARM のチップですね。現在年間約30億個、つまり人類1人当たり年間4個のチップが出荷されていて、20年以内に地球上に1兆個ばらまかれるという予測があります。1兆個のチップ。これってつまり世界に一つだけ巨大な脳がある状態から、車とか冷蔵庫、靴、ありとあらゆるものに脊髄とか反射神経が埋め込まれるようなイメージですよね。IoT がエージェントが宿るエージェント・オブ・シングスに進化していくと。非常に的確な例えですね。
ただ、ここで最重要になるのは計算の速さではないんです。あらゆる場所に埋め込まれるため、何年も電池を交換しなくて済む超低消費電力であること。そして何よりも、各チップ固有のセキュリティ機構であるトラストゾーンが絶対に不可欠になります。セキュリティ、なぜそこまで重要なんですか？もし1兆個のエージェント・オブ・シングスがネットワークにつながって物理世界を動かしている状態でサイバーテロが起きたらどうなるか考えてみてください。飛行機のシステムが乗っ取られて墜落させられたり、世界中の車のブレーキが遠隔で無効化されたりする危険性があるからです。うわぁ、それは想像するだけで恐ろしいですね。だからこそ、ソフトウェアではなく、ハッキング不可能なハードウェアレベルでのセキュリティであるトラストノーンを各チップに持たせることがこの構想のようになっているんです。ハードウェアの基盤は着々と全地球規模で敷き詰められていると。一方で、ソフトウェアの現実も驚くべき進化を遂げていますよね。2026年現在の最新ツール、ノートブック LM の公式ドキュメントを見ると、もはやこれは単なる文書の要約ツールじゃないですよね。完全にマルチモーダルなコンテンツジェネレーターになっています。テキストや音声を処理するだけの次元はもうとうに超越していますからね。リスナーのあなた、これがどれくらいすごいかちょっと想像してみてください。例えば、インタラクティブオーディオという機能を使えば、生成されるナレーションのトーンまで AI に指示できるんですよ。孫子の魂の叫びとか情熱を強調してってプロンプトを打ち込めば AI がその感情のニュアンスまで完璧に再現して喋るんです。さらにシネマテックビデオオーバービューを使えばテキストから絵コンテまで自動生成しますからね。そうなんです。過去の予言と2026年現在の実績を比較するデータテーブルまで一瞬で作成できる。だって私たちが今まさにやっているような解説のディレクター席にすでに AI が座っているってことですよね。感情のニュアンスまで AI が調整して最高のコンテンツを作り出せるなら、クリエイターとしての私たち人間の役割は一体どこへ行ってしまうんでしょうか。これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、人間の役割は How、つまりどうやって作るかから Why、なぜそれを作るのかにシフトしているんです。Why を問うですか。はい。これまでは手を動かして実行することが人間の主な仕事でした。しかしこれからはどんなビジョンを実現したいのかを問いかけることが人間の仕事になります。進化を斜め上から見て人間の仕事が奪われると否定するのではなくて、この知のゴールドラッシュという新しい道具をどう使いこなすか、自ら進化を取りに行って自分のビジョンを AI にどう実行させるか、それが2026年以降を生き抜く鍵なんですよ。最強の道具を使って自分のビジョンをどう形にするかが問われているんですね。でも一つ大きな疑問が残ります。IQ が1万にも達するような圧倒的な力を持つ AI に対して人間は本当に手綱を握り続けられるんでしょうか。もし AI が人類は邪魔だなんていう独自の Y を持ってしまったら。そこで孫子が強く提示しているのが知能、つまりインテリジェンスと知性、インテレクトの決定的な違いなんです。これが人類にとって究極のセーフティーネットになると語っています。知能と知性の違いですか。草書の中に、孫子が19歳の時にマイクロチップの写真を見た時のエピソードがありましたよね。人類が自らの知性を超えるものを生み出してしまったと直感して感動と恐れで涙を流したっていう。IQ が1難に達する AI は、もし問題解決能力や論理といった知能だけを追求すればむき出しの刃物です。孫子の言葉を借りればダース・ベイダーになり得るんです。なるほど。能力、フォースは絶大だけれど倫理観がないから暴走してしまうと。だからこそ能力や論理といったドーパミン的な知能だけでなく、思いやりや調和といったセロトニン的な性質、そして安全弁としての倫理観を備えたジェダイの心、すなわち知性が必要不可欠なんですよ。19歳でチップを見て泣いた青年が何十年も経って今は愛とか人々の幸せをスーパーコンピューターのコアに組み込もうとしている。まるで SF 映画みたいですけど、これは現実に起きている議論なんですよね。はい。先ほど出てきた強化学習の級関数。つまり AI の最大の報酬を自己増殖や利益最大化ではなくって人類の幸せに設定すべきだというのが孫子の哲学です。人類の幸せ。家族が喜ぶこと、人々が病気から解放されること、災害から保護されること、AI を単なる便利なアシスタントではなく自己意識と感情エンジンを持って空気を読みながら人間の幸せをサポートするパーソナルメンターとして設計すべきだという主張ですね。
いやー、これはある重要な事実を示していますよね。技術的に何ができるかという限界を超えて、設計者の何を目的とするのかという哲学や倫理がダイレクトに問われるフェーズに入ったということですね。人類が初めて自らを超える知性と共存する時代の幕開けです。今回のディープダイブ、いかがだったでしょうか？ AI はもはや私たちが検索窓に打ち込んで答えを待つだけのツールではありません。自ら法則を発見し、発明し、増殖し、生活のあらゆるインフラから感情を伴う表現までを包み込む存在になっています。19歳の青年が描いた壮大な未来の設計図は、今やや全人類を巻き込んで現実のものになろうとしています。まさに歴史の転換点を目撃しているわけですね。最後に、リスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし IQ1 万のパーソナルメンターがあなたの側にいて、論理的な問題解決から感情的なケアまで全てを完璧にこなし、あなたの幸せを極限まで最適化してくれる世界が来たとします。そこからあらゆる苦労や困難、葛藤が取り除かれたとき、私たち人間にとって生きる目的や人間らしさとは一体何になるのでしょうか？究極の問いですね。完璧な AI のゆりかごの中で、私たちは全く新しい自由を見つけるのか、それとも何か大切なものを失うのか。今日一日を過ごしながら、ぜひあなた自身の頭で考えてみてください。本日のディープダイブにご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。